皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍による遠距離攻撃が続くことにより、ロシアの地方部においてはガソリン不足が起こっている地域も発生しています。こうした状況を打開するためにも、外部からのガソリン輸入といったものも重要視されるわけですが、そこに一つ不法が入っています。お隣ベラルーシから入ってきていたガソリンを輸送する列車が大炎上しました。というわけでウクライナ情勢関連のニュースを紹介していきます。地上波のニュース報道では細かなところまでは伝えてくれないようになっています。ですからこのチャンネルでぜひとも報じられていないニュースについての知識を更新していってください。まず冒頭で皆さんにお見せしたガソリンを輸送していた列車の炎上事故について記事を見ていきます。スモレンスク近郊で起きたガソリン列車の事故は安全規則違反が原因とされた。ロシアでは24時間以内に2件目の鉄道破壊事件が発生。スモレンスク市港で貨物列車が線路上に滑り込んだトラックと衝突、横転した。トラックの運転手は即死し、数名が負傷。ガソリンタンクローリーは脱線し、大規模な火災が発生した。ロシア連邦捜査委員会は、鉄道安全規則の刑事事件として、刑事告訴を開始すると発表。事故は早朝、ルドニャゴリンキ区間430キロ地点の踏切で発生した。捜査委員会によると、大型トラックが赤信号を無視して走行し、貨物列車に衝突された。モスクワ鉄道によると、トラック運転手に加え、機関士と助手も負傷し、現場で治療を受けた。この事故で18両の列車が脱線し、そのうち16両が横転、火災に見舞われた。ガソリンタンク車両12両と木材を石材していた貨車4両も含まれていた。事故の影響に対処するため、消防車3両と復旧車4両が現場に派遣された。当該区間の列車の運行は停止されているとモスクワ鉄道は報じている。このように今回の燃料を運んでいた鉄道列車は別にウクライナ軍による攻撃によって炎上したわけではありません。しかしガソリン不足が起こっている地域が発生していることを思えば、ベラルーシから入ってくるガソリンについてはロシアとしては非常に重要に思っていることでしょう。このように火災事故が発生すると運んでいる列車そのものもダメになってしまいますから、不幸というものは連鎖するものかもしれません。一方、ウクライナ本体による石油関連施設への攻撃も実施されました。今回はこの地図にあるロシア南部クラスノダール地方にある石油精製所への攻撃です。キーウポストの記事、ウクライナアフィピスキー製油所を再び攻撃。チルスキー司令官がロシアの燃料危機を宣言。ウクライナのドローンがロシアのクロスノダール地方にあるアフピスキー石油製油所を攻撃した。敵の攻撃力を低下させ、占領軍部隊への燃料・弾薬の供給を困難にする一環として、無人システム部隊が他の部隊と協力し、アフピスキー製油所の施設を攻撃したと、ウクライナ参謀本部は発表している。最新情報によると、この製油所は主にガソリン、ディーゼル、航空燃料を生産しており、年間生産量は625万トンである。攻撃用のドローンが到着したのが夜ということもあって、住民が撮影した動画でも炎上している様子がちょっと遠くに見えます。残念ながらこの炎上については鎮火され、日中においては火の手が拡大することはなかったそうです。ただ、こうした攻撃は連続的に行われ、ロシアのどこかで毎日のように石油関連施設が打撃を受けているということ、それ自体が重要でしょう。なお、ロシア南部クラスナダール地方においては別の戦果報告もなされています。こちらは同じ地方においてロシア軍のイスカンデルミサイルの発射トレーラーやその輸送用の車両、さらには防空兵器についてもウクライナ軍が攻撃を行い一度に殲滅したと報告されています。これはロシア軍がこのクラスノダール地方においては石油関連施設は狙われるものの、軍事施設やもしくは兵器類については標的にされていないだろうと油断していたものとみられます。もともとは鶏を飼っていた施設であり、その中身についてごっそりと撤去し、軍用車両を配置していたとのことです。上空から見た場合においてはわからないのですが、しかし住民らによれば、こうした大型車両が出入りしているのは明らかであり、おそらく誰かが情報を売ったのでしょう。ロシア、ウクライナ双方ともに相手国に対してスパイを放っていることを考えれば、攻撃されたらひとたまりもないような場所に軍用車両を集めておくというのは愚策でしょう。ちなみにロシア南部及び極東地域の一部においてガソリン不足が発生していることについては現在もなお改善されておらず、むしろその状況は徐々に悪化していると言われています。
実際に物が買えないだけではなく、ガソリンスタンドは基本的に民間企業が運営していますから、物が入らないことは企業経営にも大打撃となっています。そのため、関連のガソリンスタンド、特に個人経営のところについては、全然物が入ってこないために、もはや倒産するといったところも出始めているようです。問題は、燃料不足が発生している状況がさらに悪化し、大都市圏にこれが及ぶかどうかです。ロシア中央政府は、軍に対する優先供給とともに人口の集中している大都市圏に対しても同じく燃料については手配していると言われています。そうすることによって政権中枢に対する批判の声が上がらないようにと抑えているわけです。この後ウクライナ軍の攻撃が継続的に成功を収め続け、そして被害を拡大していくことが、そうしたロシア国内における燃料不足の影響をさらに拡大させることへとつながっていきます。続いてのニュース。ここ最近の出来事として、ロシア軍の大型ドローンや戦闘機が NATO 加盟国領空に侵入するといった出来事が続きました。この話の延長線上として、デンマークにおいても所属不明のドローンが空港などに飛来するという事件が発生しました。ただし今回の場合だと明確にロシアのものとは断定できません。そもそもデンマークはポーランドやリトアニア、ルーマニアのように直接的にロシア領と接しているわけではありませんから、身近な問題としてこの問題を捉えていなかったのではないかとデンマーク国内でも騒ぎになっています。BBC がこの記事を上げていました。デンマークの空港などにドローン飛来、防衛の脆弱性が浮き彫りに、政府は対応を模索。デンマーク西部の空港や軍事基地で複数のドローンの飛来が確認された。負傷者や物的被害は報告されていないものの、デンマークの防衛体制の脆弱さが浮き彫りになった。いわゆるハイブリッド戦争の時代において、NATO の創設時からの加盟国であるデンマークの重要インフラが攻撃を受けやすい状態にあることに、国内では困惑が広がっている。警察によると、ドローンはオールボー空港とビルン航空周辺でも確認された。両空港は一時閉鎖を余儀なくされた。オールボー空港は軍事基地としても機能しており、その他ドローンが目撃されたフィリドストルプには空軍の F-35 戦闘機や F-16 戦闘機が配備されている。デンマーク軍は現在どう対応すべきかという問題に直面している。今回ドローンは一機も撃墜しなかった。防衛幹部らが撃墜しない方が安全だと判断したためだった。ただこれは長期的な解決策にはならない。今回飛来したドローンについてなのですが、爆発物を搭載していたわけではありません。ですから空港周辺において活動が確認されたものの、例えばデンマーク空軍の戦闘機に対して攻撃を行ったといったような実害が出ているわけではありません。しかし空港周辺に飛び交っていたことからこれを撃墜すると、その破片などがその周囲にばらまかれることとなり、それが航空機の離着に損傷を与えて事故が発生するかもしれません。そのため今回は攻撃しなかったとしています。しかし今後このようなドローンが空港周辺に近づいてきたなと分かってきたときに、それをどうするかについては具体的に今話し合いが行われ始めているところです。この問題は決してヨーロッパだから他人事というわけではありません。日本においてもすでに飛行禁止区域においてドローンが飛んでその映像がインターネット上に投稿されたといった事件は過去にも発生しています。その中においては日本の護衛艦の真上を飛んだのではないかといった映像などもあったことから、これをどうするかはもっと真剣に議論し対応を協議しなければなりません。もちろんそのための装備品についても考えなければならないでしょう。なお今回どの国のドローンなのか、それが組織なのか個人なのか、犯人は断定されてはいませんが、ロシアの線が決して排除できないという報道もあります。正体不明のドローンが確認された当時、ロシアの揚陸艦はデンマーク付近にいた。デンマークで正体不明のドローンによる襲撃が行われている間、識別システムがオフになっているロシアの揚陸艦がデンマーク沖で発見された。この船はロシア・カリーニングラードを拠点とするバルチック艦隊の大型揚陸艦アレクサンドル・シャバリンです。この船はここ数日デンマーク沖に停泊している。しかし船舶自動識別装置信号がオフになっていたため、船舶監視システムには表示されませんでした。この船は正体不明のドローンが目撃された空港や軍事施設から約70から270キロ離れた場所に位置していた。船はちょうど国際水域とデンマーク領海の境界付近を漂流していたと、このようにロシア領と直接接していないデンマークですが、もしかしたらロシア軍の揚陸艦から発進した
ドローンが空港周辺に現れたのではないかという話が出ているわけです。この2つの線をつなぐ証拠は今のところ発見されてはいません。大型のドローンの場合だと、偵察監視任務の場合だと70キロ先に飛ばすということは十分あり得ることです。270キロの場合だとちょっと滞在時間も短くはなりますが、一応そのぐらいの距離を飛べることはできます。ちょっとこの話を理解させるのに難しくなるのは、ドローンというのは小型もあれば大型もあり、大型の場合だと別に攻撃用ではなくて、偵察監視、そのために上空で長い間滞空するタイプもあります。ですから今回の空港周辺に飛来したドローンの場合だと、小型のドローンで射程距離が5キロ、10キロというものではなく、大型のドローンで数百キロ飛ぶようなものが目撃された可能性があります。この場合だとロシア軍の場合というのも十分あり得るわけで、デンマークとしては油断していたと言われても仕方ない面があるでしょう。このような行動を行っているかもしれないと言われているロシアですが、NATO 加盟国の防衛状況について、そして対応状況について調べているのではないかと指摘されています。ウクライナ軍がロシア領内で行ったドローン攻撃によって多くの航空機が破壊されるといったことが以前ありました。それを逆にロシアがやろうとしていることを考えれば、ある日所属不明のドローンによって NATO 加盟国の空港に止められている戦闘機などが破壊されるといったこともあり得るわけです。特に今回の場合だと近くにロシアの軍所属の船があったことから、ロシアかもしれないとは言われているものの、もしもこれが潜水艦から発進したタイプであれば、どこからやってきたかもわからないドローンによって戦闘機などが破壊されるといったことも十分あり得るわけです。通常ウクライナに対する侵略が停滞している中において戦線を拡大することは愚策です。しかし、ウクライナに支援を行っている主体がアメリカからヨーロッパへと移り変わったことにより、ヨーロッパ本体に対する攻撃を行い、ウクライナ支援に関心が向かないようにしようという、そのようなおかしな考えをしているのかもしれません。ロシアの考え方に合理性を求めるというのが、そもそもおかしいのかもしれません。ちなみに前回のウクライナ情勢についての動画の中で、ロシアにおいて付加価値税の増税といった話について取り上げました。日本で言えば消費税に当たるものですが、これを増税することは、今年前半においてはプーチン大統領自身も否定していた話です。ところが今になって、いやいやそれは当然だよとロシア財務省が発表し、これを追認する形でプーチン大統領やペスコフ報道官なども、いやこれはとても必要なことだというように必要性を説いて、そして実施に向けて動き出しています。これに関連する記事では、クレムリンは付加価値税の引き上げと増税しないという約束の間に矛盾はないと考えているというちょっと意味不明の記事が上がっています。これはペスコフ報道官の発言なのですが、以前は確かに増税しないという話はしたし、そう約束もした。しかし現在では付加価値税の引き上げを行うことには合理性があるという話をしています。状況が変わったんだから以前の約束については保護にしましたよ。だからそれには何の矛盾もありませんという話をしているわけです。そんなことを言われたら国民の方にしてみれば、いやいやあんたが増税しないって言ってたんだろうと、ツッコミをするのが当たり前だとは思うのですが、ロシア国内においては政府批判は命の危険を伴うこともあり、こうした増税についてもなかなか阻止しようとする世論が湧き起こらない国なのでしょう。最後に前線から報告。ウクライナ東部戦線ポクロフシク戦域においてロシア軍の突出している部隊に対する反撃作戦がどうやら順調に進んでいるようです。戦争研究所のマップでいつもなら紹介するのですが、どうも私のブラウザだと表示がバグってしまうようなので X のアカウントでの地図を引用します。ポクロウシクの町、その北方においてロシア軍が大きく前進した時期がありました。この突出部分に対するウクライナ軍の反撃が実施され、現在ロシア軍は3つの離れ小島のように孤立している部隊があります。現在でも細々とは補給はなされているようですが、ウクライナ軍の妨害も激しく、前線に対する武器、弾薬、食料、そして水の供給などについても途切れがちだとのことです。ロシア軍はこの孤立した部隊を救うため、一応後続の部隊の攻撃も何度となくやってきているようです。ウクライナ軍はこれに対しての打撃も加えており、この地域におけるロシア軍の死傷者数は、かなりひどい状態になっているようです。というわけで最後にスモレンスクのガソリンタンクローラーの炎上している映像でお別れをします。ウクライナ情勢について取り扱うチャンネルは私の感覚だとどんどんと減っているように見えるので、ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。